取れたてピッチピチの透明感。動いてる動いてる。心地よい歯ごたえと口いっぱいに広がる甘みにお客さんも思わずこの表情。ここはまるでイカの竜宮城。透き通ったイカの息づくりはなんとこの町が発祥なんです。それはどこかというと呼子です。そうです。呼子はイカを目当てに毎年大勢の観光客が訪れるイカの町ということで、九州沖縄の漁業を応援する魚活。今回の舞台は佐賀県の呼子。イカの町を魚活するのはこの3人。原石だった。ほら、全国各地で魚食の普及活動に努める魚の伝道師上田勝彦。今回は呼子ならではのイカ漁に密着。呼子のイカはいかが？佐賀県出身宮崎園。呼子の朝市でイカを満喫。トビウオの仲間です。中学生の魚博士伊藤柚月。今回初めて定置網漁を体験。顔が可愛いです。さらに呼子に伝わる郷土料理やお弁当のおかずにもってこいの簡単イカ料理も登場。イカの美味しさ、その極みに迫ります。もう美味しい以外言葉に出ないです。それではイカの町呼子を食べて応援。魚活スタートです。呼子は佐賀県北部玄界灘に面した港町。豊かな海の幸に恵まれ古くから栄えてきました。呼子でイカの活き作りが出されるようになったのはおよそ50年前。今では20軒近くの飲食店や旅館で食べることができます。ではどうやってあの透き通った活き作りに仕上げているのか、一軒のお店を訪ねました。今日は透明なイカの活き作りの秘密を教えてください。はい、かしこまりました。早速店の裏手に案内されると、すごい。こちらはイカの女王とも呼ばれるケンサキイカ。柔らかくて甘みが強いイカです。寿命はわずか1年なんです。いけすからイカが運ばれます。ここからはスピード勝負。さばく直前までイカを生かしておくんです。調理場には3人の熟練職人がスタンバイ。こちらのお店では1杯のイカを3人がリレー形式でさばきます。3人でさばくのはイカに触る時間を極力短くするため、イカを弱らせず鮮度を保ったまま刺身にするためです。時間が経つと色も曇り生臭さも出てしまいます。とそうこう言っているうちにわずか1分ほどで活き作りが完成。このスピードと技術が透明な活き作りの秘密だったんです。僕も特別にイカをさばかせてもらいました。生きたイカをさばくのは生まれて初めてです。まず驚いたのは生きたイカの弾力。包丁を入れるのにかなり力が必要でした。さらに身がプリプリとしていてきれいに揃えて切るのがとっても難しかったです。僕が作った活き作り、なんとか形にはできましたが、いかがでしょうか。いただきます。美味しいです。ねっとりした甘みが噛んだ後に来て歯が弾き飛ばされるような。ゲソや耳の部分は天ぷらにするのが呼子スタイル。サックサクで美味しい。
美味しかった。羨ましいね。イカがさ、どういうふうに取られてどういうふうに扱われてきてるか、私夜のイカ釣り漁船に乗ってきました。ケンサキイカは毎年5月頃呼子の近海にやってきます。しかし今年は特に出足が遅く、多くの漁師が出漁を見合わせていました。こんにちは。どうもすいません。今回お世話になるのは福浦健二さん43歳、父親の吉美さん73歳。福浦家は代々呼子で漁師をしてきた生粋の漁師一家です。土曜日のこの日は家族全員でお見送り。健二さんのお子さんは男の子が3人、女の子が1人の4人兄弟です。福浦さんは例年よりも2週間ほど遅い5月下旬に今年のイカ漁を始めました。今日のポイントは港から20分ほどの沖合。福浦家で代々受け継いできた実績のある場所です。福浦さんの仕掛けは1本の糸に3つの疑似餌、1つだけ冷凍のきびなごを巻きつけてイカを誘います。いよいよイカ漁がスタート。実は漁の現場にもイカの鮮度を保つ秘密があるんです。あ、なんか一匹釣れたこと。うん。釣れたみたい。お。釣れました。お、先端のやつに食うね。これにおもりに。はいはい。健二さん、イカをそのままポチャン。呼子の漁師はイカを触りません。イカにとって人間の体温は熱すぎるんです。ナイスイン。このイケスにもイカを弱らせない工夫が。海水を取り入れる線が船底と横にあり、新鮮な海水が常に入ってくる仕掛けになっています。さらにこの色、実は柿渋を塗っているんです。こうするとイカがぶつからないんですって。日が沈み、明かりをつける時間にいよいよイカ漁の本番です。明かりをつけると小魚が集まり、それを狙ってイカも集まってくるんです。スルメだったか。ところが釣れるのはスルメイカばかり。お目当てのケンサキイカはまだ釣れていません。とその時、やりました、大きなケンサキイカ。ほら、いいサイズ。シュッてちょっとやるとイカが浮くんだよな。シュッてやるとそれでポトンと落ちる。あの透き通った息づくりは漁師さんたちのこの技から始まっているんですね。ナイスイン。風が強くなり、この日の漁は5時間ほどで終了。20杯ほどのケンサキイカを釣り上げました。港ではケンジさんのお母さんがお出迎え。ここからスピード勝負。ケンジさん、イカを揺らさないよう慎重にそっと小走りで港の生けすへと移し替えます。イカへの気遣いと愛情が伝わってきます。カゴにすくって走って即いけす。あ、そうですね、もうダッシュで、鮮度が命なんで、まあイカがデリケートなんで、自分たちも美味しくイカを食べてもらいたいんで、なるべくイカを傷つけないようにやってます。漁の後、福
福浦さんのお宅を訪ねました。台所では釣りたてのイカで遅い晩ご飯の準備が。漁の終わりの晩酌が父吉見さんの日課なんですって。こちらはケンサキイカと一緒に釣れたスルメイカの丸茹で。吉見さんの大好物です。あ、まだあったかいよ。がっぷり。で骨があるんです。そういうの抜いてから。このサイズのこのイカ、これに勝る食い方ないんじゃないですかね。そうですね。美味しいですもんね。健二さんが漁師になって25年。気候変動の影響などでイカは年々取れなくなってきたそうです。まず生活できることが第一と思うんですよ。漁で生計を立てられるっていうことがですね。もう漁獲量がですね、もうだいぶ自分が漁師したてからするともうだいぶガタって下がったけんですね。その辺のやっぱり不安っていうのはありますよね。明かりを灯してものすごく燃油、このオイルを焚くわけよ。エンジンも走らして船沖へ行くでしょ。でそうするとね、せっかくそれだけ釣っても稼ぎにならない時もあるんです。経費と相殺するとなるほど、利益が出ないっていうような時もあるんだね。そこは辛いところよな。でもすごかったですね。なんか餌もですし、船の構造とか、その到着した場所も全てがもうイカのためにできてるというか、もうイカのために、イカ専用。イカ専用全てが本当に。やっぱりお客さんに美味しくイカ食べてもらいたいと。そこらのイカじゃないよ、呼子のイカだよ、スペシャルだよっていうことで、それなりのこのしっかりとした努力があってこその呼子のイカっていうことなんだろうね。ぜひ呼子のイカを食べたいという皆さん、お取り寄せもできますよ。こちらでは漁師さんから買い取ったイカをさばいて急速冷凍。全国どこでも取れたて新鮮なイカを食べられます。コロナの影響で飲食店の休業が続いた時期は漁師さんの生活を支える場所でもありました。呼子にはイカの他にも名物があります。江戸時代から続く呼子朝市です。およそ200メートルある朝市通りには地元の新鮮な魚介や加工品、野菜などが売られています。いい匂いです。いい匂いがもう入り口まで漂ってて、はい、美味しそう。海外の方がものすごく好きだったんですよ。それで置くようになったんですけどね、今ちょっと全然来てないんで、これから来てくれればね、すごい。それもコロナの影響でってことですよね。一本焼いていただきました。プルプル、すごい。本当に噛み応えがすごいですね。柔らかいんです。すごく柔らかい。はい。こんにちは。干物ですね。こちらではケンサキイカの一夜干しを発見。断然柔らかくて甘くて美味しい。いいものあげたい時とかいいものを食べたい時は断然こっち。ケンサキイカは干物にしても絶品。一番スルメとも呼ばれ、とても貴重なものなんですよ。徐々にではありますが観光客が戻りつつある呼子朝市。かつての活気を取り戻そうと頑張る人たちと出会えました。魚カツ。イカの町呼子には地元ならではのイカの食べ方があります。魚食の普及活動を行う婦人会の皆さんに教えてもらいました。最初に作る料理はどういうものなんですか？はい、ケンサキイカの巻きスルメです。呼子のちょっと沖合の方に小川島っていうのがあるんですけども、そこの方の郷土料理です。まずは一夜干ししたケンサキイカの胴から足を外します。
その足を胴の頭側からきつく巻いていきます。タコ糸をしっかりと巻きつけたら下準備は完成。味付けは昆布だし、酒、薄口醤油と濃い口醤油、砂糖、みりん。2時間ほど煮てイカの芯までしっかりと味を染み込ませます。2つの醤油を使うのは煮詰める際にイカの色が黒くなりすぎないようにするためです。最後にタコ糸を外して薄く切れば出来上がり。これぐらい薄く切る。これが呼子町小川島の郷土料理巻きスルメ。どんな味なんでしょうか。いただきます。美味しいです。イカというより貝を煮た時のような、そうだそうだ、風味がすごい口の中にふわって広がってきてめちゃくちゃ美味しいです。香ばしいというか煮込んでるからお醤油のすっごい美味しいです。なるほどね。イカ料理の中でもみんな食べたことない味だと思うよ。初めて味わった。よかったです。さらにもう一品。イカの湯引きです。湯引き、もうめちゃくちゃ簡単で目をつぶってでもできるっていうお料理なんです。まずは食べやすい大きさにイカをカットしお湯の中へ。はいよろしいですか。沸いております。じゃあ一緒に中にさっと入れます。入れる。はい一にはいで氷水にさらします。しっかりと粗熱を取ったら水気を切ってお皿に盛り付ければ完成です。呼子定番の家庭料理イカの湯引き。酢味噌が合いますよ。いただきます。すごいいい意味でイカ独特のねっとりさっていうのが抜き消さってすごいめちゃめちゃ美味しいですね。酢味噌でね。最初酢味噌ね甘いかなと思ったわけ。でもそれに輪をかけてイカが甘いの。これはこのイカの食べ方としてはすごくいいなと思うな。同じイカでも食べ方いろいろ。さすがイカの町。呼子のイカを育む限界ならその豊かさを感じたいと定置網漁を体験させてもらうことに。今日はよろしくお願いします。はいお願いします。早速なんですけど、定置網でどんな魚が取れるんですか。トビウオとね豆アジぐらいかね。念仏だよ。ちっちゃいのすごいいっぱい取れます。もうめちゃくちゃワクワクしてきました。定置網は港のすぐそばの入り江にあります。リアス式の入り組んだ地形にはいろいろな魚たちがやってくるそうです。トビウオだ。あ、この時期旬のトビウオがたくさん入っていました。おおすごい。ご覧ください。トビウオの仲間です。すごい。念仏鯛というお魚です。他にはダツやモンゴウイカなどいろいろな魚たちがいっぱい。呼子の海の豊かさを味わうことができました。さてさてここからはウエカツ流ケンサキイカの簡単クッキング。そもそもイカをさばいたことがないって方、とっても簡単なので覚えてください。ではウエカツさんお願いします。これ、イカですね。これイカがこっちが表で裏を見るとこれジェット噴射が出る。水のジェット噴射が出るこのロートがある。これが裏、ね、
まずはイカの裏側から逆さ包丁で開いて内臓を外し、エラと骨を取って軽く水洗い。足の方に残った内臓を取り除きます。表に返すとちょうど真ん中、足がこうやって2つに分かれる真ん中がありますから、ここのところから包丁を入れます。手を切らないように真ん中に包丁を入れて左右に切って、内側から目玉2つとカラストンビを取る、口をね。でこう脳が出てきます。脳も洗い流してしまう。食腕の先の吸盤についている硬い部分も取り除きます。イカのさばきはこれで終了です。刺身にする場合は皮を剥いてください。スルッと剥けちゃいますよ。簡単でしょ。それではウエカツ流クッキングスタート。青森県のね、郷土料理です。イカを使ったイカメンチってやつですね。なまってイガメンチというわけなんですけども、これをね、青森地方はスルメイカでやるわけで、それをこの甘みの強いケンサキイカでやったらどうなるかっていうことなんです。呼子流イカメンチ、材料はこちら。すべてみじん切りにします。まずは野菜に塩を少し加え、よく混ぜます。野菜がしんなりしてきたらイカを投入。さらによく混ぜます。このね、野菜とイカから出た水気は中に込めときたいわけね。かといってこのまま衣つけてあげちゃうと中で水分が膨張してバチンって弾けちゃう。だからその水分をしっかり捉えてくれる粉を先に入れます。それは片栗粉。片栗粉が水分を吸って具材をまとめ、さらに旨味を閉じ込めてくれるんですって。粗挽き胡椒で味を整えたら空気を抜いて丸め、薄力粉をまぶして180度の油でこんがりと揚げます。ウエカツオリジナル呼子風イカメンチの完成。そしてもう一品、季節の野菜とイカの旨味たっぷりの具だくさんトマトスープ。それでは早速いただきましょう。いただきます。いただきます。まずは呼子風イカメンチから。本当だ、しっかりイカの食感がそのまま残ってますね。プリプリしたものがめちゃくちゃ美味しいですもう美味しい以外言葉に出ないですイカが多くて口の中がなくならない大量に入れたから。ケンサキイカのプリプリとした食感と甘みを同時に楽しめる一品です。続いてケンサキイカのトマトスープ。味付けは塩と胡椒だけ。イカと野菜の旨味を引き出したスープです。疲れた体に染み渡るように、もう味の塩加減が絶妙ですね。塩加減褒められるとちょっと嬉しい冷やしても美味しいですよ。何が一番記憶に残った？でも一番最初に食べた巻きスルメは、なんだろう、初めて見たものだったので、あんなに力をね込めてする料理を見たことがなかったので。僕も巻きスルメです。シンプルにめちゃくちゃ美味しい俺も全部の料理の中で一番ここに残ったのは巻きスルメ。全一この町の時間とかこの皆さんの工夫にさ磨かれたということなんだろうね。皆さんの一番食べてみたいイカ料理は何でしたか？ケンサキイカ漁はこれから最盛期を迎えます。皆さんもぜひ呼子へ。そしてお家でもイカ料理作ってみませんか？九州沖縄の漁業を応援。ウオカツ。